반갑습니다. 저는 오늘 이제 패션의 중심지 도쿄에서 시부야에 와 있습니다. 시부야에는 오피스 쪽이어서 이제 정장, 수트 입으신 분들도 많이 계시고 관광지의 한 곳이기도 해요. 그래서 관광객분들 되게 많으셔서 다양한 패션을 엿볼 수 있는 장소가 아닐까 싶습니다. 예니님은 오늘 어떤 스타일로 입으셨나요? 제가 좋아하는 휴먼메이드를 메인으로 했는데요. 일단 가방이 있고요. 여기 루이비통과 이제 니고가 콜라보한 이 가방과 이 코트 안에 니고 상이 요즘 디렉팅하고 있는 겐조 신발도 언뜻 보면 그냥 슈퍼스타 같지만 이게 휴먼메이드여서 휴먼메이드에 중점을 둔 룩으로 오늘 입어보았습니다. 시부야 출구로 보러 한번 가보도록 하겠습니다. 그러면 렛츠 고! すみません、韓国のファッションマガジンの、無審査っていう人なんですけど、スタイルめっちゃかっこよくてですね、インタビューさせていただけますか？ありがとうございます。名前は小西リリカです。20歳で大学生です。じゃあ今日のコーデを紹介していただければと思います。今日のコーデはこれから大学に行くのでスクール風にしました。色は基本モードで統一するのが好きなのでブラックのバッグとかネクタイとかを身につけてます。今日のコーデで一番、気を配ったポイントとかありますか？服は割と普通のブランドなんですけど、小物としてセリーヌのタイツ使うことでコーデプラスアルファで組めたらと思いました。学校行く時に一番気を配ってするポイントとかありますか？上の方になんかブランド物持ってくると結構大学なのにめっちゃ力入れてるってなっちゃうので、小物とかでそういうブランド品とかを置くようにしてます。バッグは、結構教科書とか入れるので大きめのバッグを持つようにしてます。今持ってるバッグのこのストラップがめっちゃ可愛いと思ってるんですけど、それって自分がスタイリングしたやつですか？これはなんかもともとこういうデザインでちょうど韓国で買ってきたバッグです。韓国どこのブランドかご存知ですか？カルリン。カルリン？カルリン。で自分が考えてる日本の友達のコーデ、大学生の最近は Y2K ファッションが流行ってます。おー、どういう風な Y2K のファッションですかね？ボトムスはバギーパンツでトップスをタイトなシルエットにしたり肌見せするようなトップス持ってきたりとか、あとはルーズソックスとかも流行ってます。韓国のファッションについて考えたこととかありますか？この前韓国にちょうど旅行したんですけど、アックジョンとかホンデとか日本よりもすごいファッションがさらに進んでるなっていう印象でした。すみません。すみません。すみません。韓国다들 출근길이라 바쁜가 봐요. すみません。無審査っていうブランドの人なんですけど、スタイルかっこよくて、もしかしてインタビューとかできますか？すみません、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。村上です。京都のアパレルで働いてます。ちょっと今日は用事あって東京まで来ました。急遽。今日の、コーデを紹介していただければと思います。今日は別に特にないんですけど、これは自分でダメージ入れたスウェットです。オーディナリーフィッツっていう日本の岡山のブランドなんですけど、岡山のコットン使ってます。でこれは LLB のコンバースとのコラボです。今日のコーデで一番気を使ったところは何ですか？ポイントとか。ただのダメージで汚らしくならないように中にシャツ着てることですかね。じゃあそういうダメージとかはどうやってやるんですか？自分で手作業で一個一個傷つけてっていうのは。じゃあハサミとかでやったりするんですかね？いや糸切りでちょっとずつ傷をつけて自分で広げながらこことかも全部入れてます。デザイナーですか？いや全然そんなことない。アパレルで働いてると思ってるんですけど、はい、一緒に働いてる人とかの、コーデはどんな感じですか？でも結構参考にしたりはしますね。割と似たような系統の人が多いです。でもアメカジとかもいますね。好きなブランドとかありましたら紹介お願いします。好きなブランドはコーイっていう日本のブランドです。KOOI。なんでそのブランドが好きになったんですか？デザインが結構好きなんですけど、シンプルなんですけどどっか違う
ちょっとデザインの効いた服が好きで。韓国のファッションについて考えたこととかありますか？韓国のファッション、はい。日本人のそれこそ東京とか都会の人たちは韓国のファッション真似してる人多いなとは思いますね。じゃあ韓国と日本のファッションの違いは何ですかね？なんか韓国となんか韓国の人のファッションって結構アイドルが中心で広まっていくっていうイメージがあるんですけど、日本はどっちかというとネットの有名人、アイドルとかではなくインフルエンサーとかの人のから広がっていくっていうイメージありますね。 막간을 이용해서 네. 예니님이 추천하는 도쿄의 쇼핑 핫플레이스는 어디예요? 쇼핑하면은 하라주쿠나 오모테산도 많이 가시는데 사실 이 코로나 기간 동안에 시부야에 미야시타 파크라고 새로 생겼어요. 키스라는 이제 유명한 매장도 있고 스타벅스가 있는데 좀 특별한 스타벅스예요. 번개 마크 다들 아시죠? 후지와라 히로시가 같이 콜라보했다고 해야 하나? 디자인한 스타벅스가 위에 있거든요. 그래서 거기서 이제 커피 한잔 하시고 내려와서 이제 키스 매장 가서 구경하고, 그리고 옆에 발렌시아가나 프라다 같은 하이브랜드 매장도 되게 많이 있으니까 저는 개인적으로 여기를 되게 많이 추천해드리고 있어요. 自己紹介お願いします。はい、こんにちは。渋谷でアボカド料理の専門店をやってる佐藤俊介と申します。今日のコーデの紹介をお願いします。今日は白で春だから清潔感があるようにしたいなと思ってきました。サングラスはこれは僕のトレードマークです。今日のコーデで一番力を入れたポイントはサングラスですかね？僕のお店の隣がシルバーショップなんですけど、そこで買ったシルバーでキラキラしたいなと思ってます。お仕事するときに着てる服の中で一番気を使ってて、これは絶対やらなきゃってこととかありますか？あんまり色の数を多くするのも楽しいんだけど、僕はそういうファッションもやってきたから大人なのでなるべく落として、でファッションはシンプルで小物が派手になるようにしてます。普段好きなブランドとかありましたら紹介お願いします。スニーカーがこのホカっていうフランスのブランドでめちゃくちゃ歩きやすい、すごい歩きやすくてもう感動するぐらいどんどん歩けちゃう。おー、じゃあスニーカー好きですか？はい、そうなの。じゃあレアのスニーカーも買ったりするんですか？じゃあ一番お気に入りとか持ってるやつで。そういうレアなスニーカーもいっぱい集めたけど、はい、いろいろやってもうすぐ50歳なんで落ち着いたのがこのホカっていう歩きやすい。韓国と日本のファッションの違いは何だと思いますかね？韓国の方のファッションの方が世界に向けて面白く新しいものを作ろうっていう、ね、気概を感じます。日本のファッションの方は日本のこの島の中で独自に作られてきたものなので、独自の路線、可愛い路線とかいろいろあるけど、韓国の方はちょっとね世界に目が向いてるなって感じることがあります。韓国のファッションマガジンの無審査っていうところなんですけど、はい、それちょっと時間ないかな。5分も自己紹介お願いします。斉藤です、はい、会社員です。今日のコーデはどういうコーデですか？今日のコーディネートは打ち合わせ。今日のコーデで一番気を使ったところは濃いセットアップなので、はい、ちょっと顔が明るく見えるブラウスを中に着ています。普段お仕事をするときに気を使ってやってるコーデは何ですかね？きちんと見えるお洋服、かっこよく見えるお洋服。普段好きなブランドとかございますか？好きなブランドはユナイテッドアローズ。じゃあどういうきっかけで好きになったか教えてください。ユナイテッドアローズはサイズが小さいサイズがあるので自分の体に合うので気に入ってます。じゃあ韓国と日本のファッションの違いは何だと思いますか？韓国はやっぱりなんか個性的なので、ちょっとなんか自分を見せるのがすごい素敵に映るファッションが多いかなと思います。日本はみんな落ち着いたお洋服、色味が黒とかグレーとか落ち着いたお洋服が多いので、はい、なんか韓国のようにファッショナブルなカラーが着れると日本も楽しいかなと思います。こんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。前田康平です。仕事は美容師をしてます。今日のコーデを紹介してください。バイカーを意識してコーデを組みました。イメージはこんな感じです。このコーデで一番力入れたポイントは何ですかね？一番力を入れたポイントはこのダウンベストで、このワッペンは自分が
貼ってリメイクをしました。チャンピオンで買って貼ったっていうことですか？あ、そうですそうです。おー、なんかチャンピオンで出した服みたいですありがとうございます。今美容師はい。だと思ってるんですけど、お友達とか同僚のコーデはどういう感じですかね？カラーとかでお洋服が汚れちゃうので、周りの人は暗めの黒色の服を着てる人が多いですね。普段好きなブランドとかありますか？ワコマリアっていうブランドだったり、古着が特に好きですね。このワコマリアっていうブランドは日本のブランドですかね？そうですね、日本のブランドで韓国にも一応あるんですけど、韓国のお店も行ってみたいですね。じゃあどういうきっかけでハマったんですか？僕の好きな俳優さんの窪塚洋介さんだったり、野村周平さんがモデルをされてて、それでかっこいいなと思ってハマりましたね。なるほど。今持ってるバッグもフはいァッションの一部としてはいマッチングしたんですか？チープな感じであえてガシガシ使えるように、このほんとただのレジ袋なんですけど、これを使いました。スタイルかっこよくて、お時間よろしければ10分ぐらいインタビューとかできますか？ありがとうございます。中村すいって言います。学生さんですか？いや、フリーでダンスしてます。今日のコーデについて、紹介お願いします。今日はちょっとサロンの方に行ってきたので、なんか黒とアイボリーでちょっと決めたくて、でもアクセントで髪の毛が赤いので中が赤みたいな。この中のブラウスの素材は何ですかね？これなんて言うんでしたっけ？ベルベット？あ、そうですそうです。なんかそういう感じのちょっと冬仕様なんですけど、今日寒いので。今日のコーデで頑張ったポイント？頑張ったポイント、インナーにデニムのジャケット合わせるのはちょっと挑戦かなって思ってやってみました。はい、周りねダンサーさんいっぱいいらっしゃると思うんですけど、友達とかダンサーさんのコーデはどういう感じですか？ジャンルによっても結構違うんですけど、ストリートの子がやっぱ多いかなって思います。でも最近韓国のファッション取り入れてる子がやっぱ多くて、確かに自分もちょっと噛んだりはしてるんですけど、でもなんか韓国の方細いイメージがあるので、やっぱそれにはまだ到底追いつけないから韓国のファッションをどういうところで参考したりするんですか？なんかインスタとかはよくそうですね、なんか流れてくるのがやっぱ出てくるので、そういうの見るのとか、韓国アイドルの方とかの衣装だったりもやっぱりめっちゃ可愛いので、その衣装を見てなんかこれ私服にこういう感じのも使えそうだなみたいなのとかは結構あります立道彩香です。22歳で今アルバイトをしています。じゃあ学生さんですか？いや、卒業したばっかりです。なるほど。今日のコーデ紹介お願いします。このパンツが山梨の古着屋さんで買ったものなので、これがお気に入りで、これに合わせてコーディネートしました。今履いてるスニーカーってどこで買いましたか？韓国、この間行ってきたので韓国で買ってきました。じゃあそれは韓国の限定のスニーカーですかね？そうです。今めっちゃ可愛いバッグ持ってると思うんですけど、バッグどこのバッグですかね？これはシーインです。じゃあ社員でよく購入されたりしますかね？たまに買います。どういうバイトかお聞きしてもいいですか？バイトは古着屋さんで働いてます。他の人のコーデはどういう感じですかね？一緒に働いてる人の。やっぱり古着が好きな子が多いので、古着だったりストリートファッションが多いです。彩香さんが好きなブランドは何ですか？ラルフローレンとかが古着屋さんだと多いので、シャツのコーディネートが好きなので結構好きです。시부에 출구를 한번 알아보았는데요. 한국 패션이 트렌드다. 한 발 아파하고 있지 않냐라는 대답을 많이 해주셔서 너무 깜짝 놀랐고 너무 기쁩니다. 그럼 저는 오늘 여기 시부야 특별 MC로서 이만 가보도록 하겠습니다. 다음 오사카 편에서 뵙도록 하겠습니다. 그럼 안녕!